はい、こんにちは。はるです。こんにちは、ともです。じゃあ、今日は僕らのカミングアウトについて話そっか。うん。では早速、ともはいつ誰にしたのが最初？僕は、大学生の時が最初。好きな人ができて、そういうことになってから行ったかな。そういうことって？いや、そういうことになって、付き合うってなってってことよ。なんか順番がちょっとおかしい気もするけど、それで相手の反応はどんな？その時はもう、だいたいお互いの気持ちが通じている時だから、同情してくれたり、励ましてくれたり、もうそんなことどうでもいいよ、みたいな感じになるかな。ただ大学の時初めて好きな相手に打ち明けることができた時はすごく嬉しかったな。それまで好きな人に告白できるとも思ってなかったからね。そうなんだ。でもともは30くらいまでは自分が何なのか FTM って存在も知らなかったって言ってたもんね。そうだから、なんて言えばいいかわからなかったとこもあるんだよね。同性を好きになってるけど、同性愛ともちょっと違うってのは分かってて、自分は男なんだみたいな、でも変だよねみたいな、自分でも何なのか分かんなくって。それで FTM の存在を知ってちゃんと診断されてやっと他人に説明できるところにたどり着くわけだもんね。そうだよね。はるさんはさ、誰に言ったの？俺は家族なんだけどちゃんと言う前にホルチューしてて声変わりとかし始めてた。家族からはなんかおかしいなとは思われてたと思う。ごまかしつつまともにカムしたのはガイドラインに沿って治療するって決めてからだったわ。そうなんだ。順番的には兄弟、次に母親に行って、父親には母親から言ってもらった気がする。やっぱりずっとはっきり言ってなかったから言えた時はほっとした。でもその後そのことについて父親と話した記憶はない。あ、そうなの？それで反応はどんなだった？俺は治療前後で見た目も素振りも大した違いがなかったからかな。誰にも特に驚かれるってことはなかった。その頃には多分メディアでも取り上げられるようになってたからかな。うすうすそうかもって思ってたんだと思うんだ。まあたまたま運が良かったんだろうけど何の問題もなく受け入れてもらえたよ。ずっと気づいてたんだろうね。友は？僕はまず姉ちゃんに電話で言ったんだ。どうだった？姉ちゃんはその時もう結婚して子供もいたし、1年に1回正月とかに話す程度だったから、僕が急に改まって相談があるって言っていろいろ考えたんだろうね。電話で言おうとしたら当てるって言い出してさ、本当に当てられた。やっぱりうすうす気づいてたんだね。ああ、そういえばその前の年の正月に、僕が30近くになっても付き合っている人とか結婚とかそういう話が全然出ないから、あんたどうすんのってちょっと真面目に言われてたんだよね。そっか。それから親に言ったの？そう。その後姉ちゃんが親に大事な話があるんだって段取りしてくれて、それで電話でおとんに伝えたんだ。おとんはそうだったのか、今まで辛かったなみたいなことを言ってくれて、それは僕もちょっと驚いて、あの時はおとんを見直したな。なんとなくずっと僕のことを普通じゃないなって思ってたんだろうね。そっか。だけどおかんはさ、自分の好きなようにすればいいけど正直どういうことか分かんないって言ってた。今でもどう捉えてるのかちょっと分かんないな。
未だにジャニーズ誰のファンって聞いてきたりするしどういう気持ちなんだろうね。まあおかんにとってやっぱ娘は娘なのかな。まあ少しずつ理解しようとしてくれてるとは思うけどね。じゃあ次は友達です。はるさんはいつ友達にカムしたの？俺は友達も暗黙の了解っていうか、改めてカムした記憶がないんだよね。へえ。でもこの間友達にカムした時どうだったって聞いてみたら、俺から聞いた何年後かに金八先生の上戸彩のドラマ見た時にこれかなって思ったらしくて、それは覚えてるっていう。ただ未だに性同一性障害って何なのかははっきり分かってないみたいだけどね。なるほどね。友は？僕の場合は男としてやってこうって転職決意して、その時の職場の仲のいい友達数人にまず話したんだ。で、あんまり驚く人いなくって、まあどっちかっていうと僕が会社を辞めるっていう方に驚いたかも。じゃあ友のことにはそんなに驚かなかったんだね。自分に直接関係ある方が気になっちゃうんだね。まあそうだよね。まあでも新しい出発っていうか、まあみんな応援してくれて、会社変わってからもずっと仲良くしてくれるから、それは嬉しかったよね。そっか。カムした時さ、みんな受け入れてはくれたけど、やっぱりそうだったんだって人と、まあ思ってもみなかったけど、だからって何も変わんないよっていう人がいるよね。ああ、そうだよね。なんかさ、変だけどやっぱりそうだったんだって言われたらさ、ちょっと嬉しいよね。そうなんだよね。やっぱりって思われたいんだろうね。なんかさ、こっちもそうでしょみたいな感じで、自分だけの思い込みじゃないって分かってってまで言ったら言い過ぎだけど、少しなんか安心するっていうか、ほっとするよね。逆に思ってもみなかったっていう人も、まあ受け入れてはくれるんだけど、男か女かについては今のままでいいんじゃないって感じなんだろうん、わかるわかる。なんかその時はこっちもやっぱりって言われたいから拍子抜けしちゃうとこあるんだけど、後で考えると心配してくれてるっていう気もするんだよね。う。確かにわざわざ性別まで変えなくてもいいんじゃないとか、体を変えたり仕事を変えたりまでしなくてもさとか、これから大丈夫かなとか、性別変えたいんだって言っても簡単には応援できないっていうのもあるよ。ねえ。まあ心配してもそれぞれ自分の人生だから簡単には言えないしね。僕も最初の友達は会社まで変わらなくていいじゃないっていう風な感じだった。まあ友達からしてみれば今までもやってきたんだから、わざわざ大変な道に行かなくてもいいんじゃないとか心配してくれてるんだろうね。そうだね、ありがたいよね。そうだよね。まあいろいろな人がいるし、自分との関係性もあるし、あと時間が経って分かることもあるしね。まあ今考えれば、友達も突然僕に性別変えるみたいなこと言われて、どういうことかも分かんないし、何をしてあげられるかも分かんないっていう気持ちもあるよね。カムする側は自分のことを分かってほしいってことばっか考えちゃうけど、カムされた側の気持ちもあるもんね。そうだよね。なんか時々さ、友達にカムして避けられたっていう話も聞くから、まあ受け入れてくれて友達のままでいてくれるっていうのが一番すごいことなのかもね。そうだよね。友達にカムするときってさ、これからも友達でいたいからだもんね。そうだよね。じゃあ今日はここまでにします。まだ友の会社へのカムの話とか聞きたいこともあるので、カミングアウト第2回をやりますね。最後に今日のおまけコーナーです。今日は僕、
春のおすすめの一曲を紹介します。この曲は20代前半にバイトしていた CD ショップの同僚から教えてもらいました。当時の僕は日寮で自分がどうしたいのかもわからず、何もかもが宙ぶらりんでただやり過ごすだけの毎日でした。でも未来はまだまだ続くし、誰も味方なんていなくたっていいやと開き直れるような、そんな気にさせてくれる曲で、僕は聴くたびに勇気をもらってました。今でも聴くとあの頃のうまくいかなかった恋愛を同時に思い出してしまうので、年に一度くらいしか聴けない僕にとって特別な一曲になっています。よかったら聴いてみてね。それでは次回の動画もよろしくお願いします。